昨日閉幕した広島サミット。 G7 首脳のパートナーたちも各国との文化交流に臨んでいました。いわばもう一つのサミット。案内役は岸田総理の妻裕子さん。広島出身の裕子さんには首脳たちのパートナーに伝えたい思いがありました。それが広島から平和の願いを込めたブローチ。平和を願い、サミット成功に向けて準備を進めた舞台裏に密着しました。サミット初日、平和公園に次々と集まる各国の首脳たち。出迎えるのは岸田総理夫妻です。裕子さんのジャケットにはビーズでかたどられた小さな折り鶴のブローチ。アメリカバイデン大統領の妻ジル夫人も。このブローチ、裕子さんが考案し、それぞれのパートナーに贈ったものでした。ビーズというのは調べてみたら語源が祈るという言葉を語源に持っているということで、今こういう時にみんなで世界の平和を祈るという気持ちを込めて、このビーズを使うことができたらいいんじゃないかなと。核保有国3カ国を含む7カ国と EU の首脳たちが広島に集まったサミット。複雑な政治課題がメインとなるサミットと違って、こちらは伝統文化などを学ぶプログラム。各国に持ち帰って日本文化、さらには広島からの平和の願いを広めてもらう狙いがあります。宮島で行われた昼食会では、熱心に説明する姿も。400年を超える歴史を持つ西区の上田流和風堂。感謝の気持ちを込めていただきます。お茶碗をあげます。茶道を趣味とする裕子さんがお茶の飲み方をレクチャー。実はこの場所で準備ともいえる活動に臨んでいました。先月、国際 PR 動画の撮影を行っていたのです。プログラムの準備は入念に行われてきました。広島で生まれ育った裕子さん。広島で子どもと共に長年暮らし、東京で生まれ育った岸田総理を広島とつなげる役割も担ってきました。岸田文雄君が当選。そしてファーストレディーに。 G7 直前にはジル夫人の招待でアメリカを単独で訪問。この1年半、夫を支える一方、自らも活動の幅を広げてきました。そんな裕子さんは原爆について特別な思いがありました。被爆者に会い、その記憶と思いを受け継いでください。仲間とつながり、さらに世界にも同志を求めて議論を深めてください。
政府にあなたの声を届けてください。母校女学院中高の卒業生でもある被爆者サーロー節子さんの講演を密かに聞きに来ていたのです。サーローさんは13歳の時に被爆。自らが暮らすカナダから核廃絶を訴え続け、2017年にはノーベル平和賞の授賞式に出席しました。90歳を超え、今でも伝え続ける先輩の姿を見て、世界へ発信する大切さを感じていました。今回のサミットでそんな個人的な思いが込められているのが、ボランティアの学生らが着用していた青色のユニフォーム。よく見るとここにも折り鶴が描かれています。県内の学生たちがデザインした複数の案から優子さんがこのデザインを選びました。静かな波が永遠と続いている様を、平穏な日常が永遠と続きますようにという願いが込められている柄らしいので、じゃあ今回の G7 サミットにぴったりだなと。折り鶴はその平和の象徴だと思うので、外国のパートナーの方々もきっと気づいてくださると思いますし、そして最も心を込めた準備がサミットでパートナーたちがつけていたこのブローチです。およそ1ヶ月前、優子さんの姿は広島市安佐北区のビーズ工場にありました。ガラスの種類で色の硬さがね若干違って、それを職人が上手に調整して、今日はこの色だからこうだねっていうことをやってる。色によっても違うんですね。違うんですよ。違う。はい。でサイズによってまた違ったりするので。でもサイズって言っても本当ミリそうですね。はい。そういうことになります。ビーズ作りの現場では穴の大きさが均一になるよう 0.1 ミリ単位でチェックするなど、妥協のないものづくりが求められます。優子さんが贈り物としてオーダーしたのが、遠くから見てもわかる平和が伝わるもの。そして完成したのがこのブローチ。折り鶴を立体的にかたどり、一つに500以上のビーズが使われています。すべて手作業でビーズを編み込み、一つにつき制作時間は6時間かかったといいます。ビーズって本当にすごく小さいものですけれども、いくつもの30近い過程を経て作られるということが分かりました。職人さんたちが一粒一粒に魂を込めて作っていらっしゃるということを、この会社のモットーともされているということをお聞きしまして、そういうふうに作られたビーズが今回G7 で使わせていただけるっていうのは本当に良かったなと思っています。サミット初日、パートナーを出迎え原爆資料館を視察した時、ジル夫人の胸にはすでにブローチが輝いていました。視察の様子は首脳たちと同様公開されることはありませんでしたが、このブローチをつけてジル夫人も被爆の実相に向き合ったことになります。平和で自由な世界を構築し続けるために私たちが集うこの G7 サミットの機会に、この資料館は私たちの使命を改めて思い出させてくれます。 G7 広島サミットにおいて皆さんと平和への願いを共有し、核のない世界の実現に向けて前進することを心より願っています。この場には100名以上の広島県の高校生、大学生の方がいらっしゃっています。 Raise your voice, hold on to your dreams, and let's create a better,
freer, more peaceful world. 皆さん、私やこのパートナーの皆さんがつけているこの折り鶴の形のブローチ、そしてこのビーズの語源はアングロサクソン語で祈りという言葉なんだそうです。一つ一つはとても小さな祈りですけれども、それがいくつか集まって形になっていくと、それが力になり、世界を動かす力にもなると、私はそう信じています。今宮島にいる夫や首脳も、そして折り鶴タワーにいる皆さんも、その関わり方はそれぞれ違いますが、皆等しく平和な世界を願うプレイヤーです。この広島の若い世代から世界中に平和の祈りの輪が広がっていくことを願い、私からのご挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。核兵器のない世界へ向けて日々議論を交わす首脳たち。その首脳らを支えるパートナーたちに小さな折り鶴で思いを届けた優子さん。活動は続きます。